こんばんは。はるです。今回は最新版のアタッカーティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなと思います。以上、前線アタッカーの選手を含めたティアリストになるんですけれども、女子の選手っていうのはこの動画には含まれてません。なので、そこは一つ注意をしていただければなと思います。それでは早速紹介をしていきます。こちらがアタッカーの、現段階のですね、アタッカーのティアリストになります。D もですね、多く、クラマリッチだったり、ジェコ、そしてアンドレ・シューバ、サパタ、ウィルソンだったりとか、タワコビッチ、TOTW で来た選手ですね。あとはイカルディだったりとかも含めて、ルカクもここに、個人的には入るかなと、思います。タワコビッチなんかはですね、特殊カードとして、金とは違った装飾を施されて黒のカードとしてね、来ているんですけれども、どうしてもちょっと弱いですね。できることが限られているという選手に、なってしまいますね。D はみんなそうなんですけど、ちょっと、そこまで強くはない選手になります。タワコビッチ、それこそ、スキル逆足なんかもね、結構、ひどいというか、あまり良くは、なくてですね、スキルとか2かな ?2、3とかで、あまり使われない理由っていうのもわかるかなというふうに思います。身長はね、高くって、ヘディングだったりとかね、フィジカルだったりとかはあるんですけれど、ペースが遅かったりとか、してしまう。どうしてもこう、使いにくさっていうのが、かなりあるかなというふうに思いますね。で、そして C に、行きたいと思うんですけれども、C はですね、サンチョだったりとか、リシャだったり、モラタ、フィルミーノ、あとは TOTW モフィーだったりとか、使われそうな選手かもしれないんですけれども、個人的にはちょっと、普通よりかは下になってしまうかなという風なところですね。モフィー、TOTW でこの人もね、来て、結構良さそうなんですけれども、モフィもね、スキル逆足っていうのが結構ひどくってですね、個人的にはそこまで、ペースがね、めっちゃ速いから、使い方みたいなのはね、全然あるんですけれども、ボールを持った時っていうのはどうしてもちょっと難しさ感じます。この人もスキルに逆足3なので、なかなか上を行くっていう中で行くとちょっと難しさっていうのは出てくるなというふうに思いますね。もうちょっと強化をされて、スキル逆足もアップグレードされていったらちょっと面白い選手にはなるかなというふうに感じます。あとは C の一番右ですね、アクポム。SBC で来た選手なんですけれども、個人的にこの人もですね、あんまり強くはないかなというふうに感じますし、作る必要性っていうのは全く感じないですね。やっぱりスキル逆足33っていうのがありますし、その本当に今は使えるかもしれないんですけど、今後使っていく中でいくと、1ヶ月も持たないかなと思います。2週間とかも持たないかもしれないですね。で、かつ、ケミもちょっと難しいですし、強さ的にも、個人的には C かなと思いますね。で、そして B ですね。B に行きたいと思うんですけれども、B は結構多くてですね、ヌニェスだったりとか、ラウタロ・マルティネス、あとはイニャキ・ウィリアムズ、あとはジョアン・フェリックスだったり、デパイも、自分はここに入れました。で、ベルナーだったり、あとはサカだったりとか、あとはニコ・ウィリアムズ、あとは三笘も、ここに入れてます。ハリー・ケインだったりとか、イサク、あたりも入ってきてますね。で、B に関しては無難に使えます。普通に皆さんのスカットに入ってても、おかしくはない選手たちかなと、思いますし、フェリックスに関してはですね、結構使いやすさ、っていうのを感じますね。ただやっぱり能力的にちょっと弱かったり、この人も若干、フィルミーノの強化版みたいな、イメージが分かりやすいかなと思うんですけれども、ただやっぱり A の選手たちよりかはどうしても劣って、しまうので、使いやすさはあるんだけれども、理不尽さっていうのはそこまで感じない、選手になりますね。上手い人だったら使いこなせるかもしれないんですけれども、一般的にみんなが使ってどう感じるかっていうところを考えたときに、ここのランクかなと
いうふうに思いますね。あとはベルナーなんかも、多くの方使ってらっしゃると思いますし、能力もね、全然悪くないし、決定力だったりとかもね、高くてスピードもあるし、単純な裏抜けしてからのシュートっていうのも決めきること、できますね。例えばスキルが3だったりとか、するので、惜しいなっていう風な、部分がちょっとこの人は感じます。強化をね、エボリューションだったりとかで、した方もおられると、思うんですけれども、金のベルナーっていうのはここのランクには入る、B かなという風な感じですね。あとはですね、結構おすすめなのがですね、ニコ・ウィリアムズですかね。79のイニャッキ・ウィリアムズの弟かなに、当たる選手だと思うんですけど、結構いいです、この人は。まずね、スキル逆足っていうのが4-5で、逆足が5でっていうのが、個人的に素晴らしいですね。で、単純な能力を見てもですね、ペースが93かな、90超えてて、個人的にはかなりいいですし、シュートもある程度は打てるという、そんな選手になります。冷静さ少し低いんですけれども、ただやっぱり、ドリブルのしやすさっていうのが、ありますね。能力がもっとこの人もね、高くなれば、全然メタカードに入ると思いますし、ちょっとこれからが期待、できる、そんな選手になりますね。で、そして、A と B の間にいるのがですね、サネ、そしてジョタ、この2人を入れました。サネに関しては、個人的にはなかなか、ジョタもそうですけど、迷った。だからこそこの間に入れたんですけれども、サネは、やっぱ逆足かな。逆足が、2っていう風な部分が、正直こう A に行かなかった大きな理由の一つですね。スピードもあって、体の強さっていうのもある程度あって、そしてシュートもうまいと。そんな選手なんで、個人的には全然能力的には A に入ってもおかしくはない力は持ってました。ただやっぱり逆足っていう風な部分で、2っていうのは少し残念だなという風なところ、絶対ちょっと気にはなるなという風に思ったんで、ここに、してます。で、そして A ですね。A ランクに行きたいと思うんですけれども、A からですね、非常に強くなってくる。メタかな。メタチックな、選手たちかなと思うんですけれども、マネ、だったりとか、ロナウド、ここのサウジ勢、はここに入れてます。あとはルイス・ディアスだったり、サン・マキシマ、左ウィンガーの、スピードがある、ドリブルが軽い、そんな選手たちですね。で、ロドリゴだったりとかも入れていてですね、TOTW ではですね、レバンドフスキだったり、ディバラ、ドク、あたりも入れてます。あとは今作から非常に強くなったコロムアニ、だったりとか、グリーズマン、だったりとか、も、入れてます。あとは一番後ろにはベンゼマだったりとか、ナイキのマトレディのキエゾも入れているという、ランクですね。結構ここのランクは非常に強い選手が多くてですね、レバンドフスキ、はですね、TOTW で来て、よりちょっと強くなった、そんな選手ですね。圧倒的なスピードみたいなのはないんですけれども、全然抜け出すことできますし、シュートがやっぱり理不尽ですね。やっぱり決定力っていうのは高いですし、パスも上手くて、ビルドアップにも関わりながら、自分で抜け出していってシュートっていうのも出せる、打てる、決めきることできる、そんな選手になりますね。非常に使いやすさっていうのがでかいんですけれども、あるという、そんな選手ですね。あとはベンゼマなんかもですね、やっぱり決定力高く、能力が高くって決定力高い。あとはやっぱりプレイスタイルでコントロールシュートを持っていたりとか、シュート系のね、スキルっていうのもありますし、非常にやっぱりこの人も ST を任せる上で決定力、やはりよく決めてくれたベンゼマっていうシーンっていうのは多く、出てくるなというふうに思いますね。で、そして S と A の間にいるのがですね、クバラツヘリやそしてハーランド、この2名を入れました。ハーランド、個人的にすごく迷いましたね。多くの方は、重いととりあえず感じる選手だと思います。活躍してくれてるか活躍してくれてないかっていうのは一旦置いといて、重いと思う人が非常に多いと思います。自分も使った感じはですね、ちょっと重たい。で、かつ33なんで、どっちかっていうと使いにくいタイプだと思うんですよ。ゲーム性の中で言うと。ですけどやっぱり理不尽的なスピードとフィジカルと決定力っていうのを備えているので、そういうプラスの要素がありながらもマイナスの要素もある。ちょっと重たいっていうのがあるんで、かなり迷いました。なので、一回 S にして、またこの間にしてみたいなのを繰り返して、最終的にはこの間になったんですけど、やっぱり多くの人が使う中で合わない人も出てくる。
まあ結構いるかな。合わない人も全然いるっていうキャラクターだと自分は思ったんで、ハーランド。なので、ここにしました。やっぱり S っていうのは、みんなが使っても大体、まあ7割、8割以上の人は強い。やっぱり使いやすいな。活躍してくれたなって感じる選手たちだと思うので、その中でいくと、ハーランドは、まあ、半分はちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあ3割、4割ぐらいは、ちょっと使いにくない。あれこれ強いのみたいな感じる人も全然いると思うんですよね。なので、個人的にはここにしたということですね。使い方が分かってくれば、めちゃくちゃ強くなる理不尽さっていうのを感じれる選手なんですけれども、ちょっとそういうところが、あって、まあ、全然 A よりは上だと思いますし、強さっていうのを感じれるんで、まあ、この間にしたということですね。で、そして S ですね。一番上のランク。まあ、現環境トップティアに入る選手たちですね。まあ、バペだったり、ビニシウス、あとはレオンもここに入ってくると思います。で、デンベレだったり、ソン・フンミン、TOW からはサラ、そしてラッシュフォード、ネイマール、メッシと。この選手たちが個人的には非常に強いなという風に感じます。まあ、バペは言わずもがなですよね。もう本当に強いですし、この人だけやっぱり最初のこの開幕だからこそよりスピードが違いますね。で、まあドリブルのスキルだったりとかも全然なんか違うし、で、スキルムーブだったりとかもね、使う方は非常にいいでしょうし、で、決定力も高くですね、まあ本当に何でもできる、最強の選手、まあ今作もめちゃくちゃ強い、そんな選手になりますね。で、ちょっとね、気になったのがメッシですね。めっちゃ強い。めっちゃ強いね、メッシ。全然 S に入ってもおかしくない力持ってるなと思いますし、まあコントロールスプリントっていうのを、まあ使う方からすると、この人のね、コントロールスプリントはやっぱり異次元ですね。めちゃくちゃいいし、なんか、ちっちゃい体なんですけど、なんかそのコントロールスプリントのおかげか、体で負けないですね。なんか当たられてるっていうよりかは、なんかぬるぬるスルスル抜けていってしまうみたいな、イメージですかね。本当に強くて、で、細かいドリブル、止まってすぐまた動き出すっていう、その敏捷性も持ってますし、まあ、この人もね、シュート異次元で、やっぱりメッシさすがやなっていう、まあ、メッシの今週だったりとかもね、ありますし、まあ、しっかり決めてくれますし、本当に素晴らしいな。で、パサーとしても活躍ができるんで、まあ、本当にこの人も素晴らしい選手だなと、ね、改めて感じますね。まあ、っていう感じで、こちらがアタッカーのティアリストになります。まあ、もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、まあ、ぜひちょっと気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。